エンドゾーン2。村人の放射能汚染が深刻化してヤバかったものの防護服生産を頑張りギリ持ちこたえた我らが白霊号。しかし近所の白霊高原は風前の灯火、もうこやどうにもなんねえ、なんとかごまかしてやってくどう。白霊高原の民よ、安らかに眠れ。風力タービン施設にこっそり遺体遺棄。そのうちいつか埋葬するよ。嘘つけ。マリサ未来で鉛の採掘始めたんだが、これ鉄製の工具が必要だ。まだアップグレード終わってない施設あるのに、そんな湯水のように鉄製の工具使われちゃ困るよ。だよな、小屋閉山するしかねえな。防護服の鉛のベスト、これじゃ作れない。参ったぜ。鉛は残念だったが仕方ねえ。汚染されてないただの町として発展させるか。ここ肥沃な土壌もないから繊維も作れないし存在価値ほぼなし。失礼なここは世界の未来を担う都市だ。はいはい。用務員の布地の在庫が切れ、防護服の生産が止まりました。作ったそばから住民が食べちゃったから結局防護服の在庫はゼロ。食うなよ。コメントで教えていただいたのですが、タウンセンターのこの画面で防護服使用の有無が変更できます。そうなの？でも気づかずゲーム終了までプレイ済みなので意味はありません。ダメじゃねえか。村人の汚染濃度が下がってきた白霊号、久々に子供の数が100人を切りました。無事大人になった。布地の在庫が明らかに足りない問題を解決するため、用務員で移民を募り新たなセクターに進出します。白霊高原の生産も時期に止まる、布地の生産地を新たに開発するのだ。マリサ未来南の、肥沃な土壌を目指しましょう。ここはどうも掘れるみたいだ。干ばつが始まりました。おっと放射能汚染対応で備蓄がちょいやばい。まあ風力タービン施設に1万以上在庫隠してるから平気だろ。それより布地の在庫が切れたのがやばい。せっかく村人の汚染濃度下がったのに、また防護服の生産が止まっちまう。なお白霊高原は干ばつ始まる前から5遺体山積み。すでに45体も野ざらしになってて災害とかもう関係ねえな。用務員から出発した開拓民がセクターに到着しました。ここで布地を生産し、労働者の確保が厳しくなった白霊高原の穴埋めをするのだ。狭くて水場もない微妙な土地。今日からここは、白霊山上だ言うほど山じゃねえな。平山城です。物は異様だな。白霊高原で限界まで耐え働き続けた民は、この地に住まうことを許そう。すぐにでも疎開させてやれこの鬼畜。とにかく布地がないのがやばい。復興してきた白霊号が落ちる前に布地を作れ家を建てるなど甘え、食料水よりも先にプランテーションで繊維を作るのだ。ここは流刑地か何かか？繊維があれば織物工場の効率が上がるので近場に建設、あと水も必要だから井戸も掘らなきゃ。最大効率の布地生産地を目指してる感じだな。繊維があれば織物工場の効率が上がるので近場に建設、あと水も必要だから井戸も掘らなきゃ。だな。その炊き込り小屋とか小屋も建設予定だけは出しときましょ。食料や水道具の類は最悪送ればなんとかなるから、繊維の生産に注力してもらわないとな。てな感じでベアッとプランテーションを完成させ、繊維の工作範囲を設定っと。さあ白霊山上の民よ、繊維を急いで作るのだこれで布地の流通量も少しは安定するかな？業務鉱山のプランテーションも労働者をかき集め、繊維の生産に注力させます。食料と水の生産が間に合ってないのに無理させてごめん。白霊号存続の危機に全ての村が巻き込まれた。おーい、ヒルズから布地運んできたぞー。村人の汚染濃度上がる前に到着、ありがとう。追加のラテックスも今から送るぞ。これでゴム手も追加生産できるな。ダメな子だったヒルズがこんなできる子になるなんて。ダメな子は余計だ。でもラテックス送ってもらっても石炭の在庫が切れてゴム作れなんだ。お前の方がダメな子じゃねえか。それまずいですよ。石炭がなければマスクも作れません。あばばばばば。急いで布地送った意味がねえ。なんとか石炭確保、下流処理場を増築してゴムを緊急増産だ石炭少ししかないのに何やってんだよ。ゴムの在庫がもうゼロなんだよ。もうこれ防護服無理かもしんねえ。ああ、業務鉱山でまた脱走が。あばばば、食料も水ももうないじゃん。住民の信頼脅威のゼロ、お前が無理やり繊維の生産優先させてもう村人はガリガリだ。なんてこった。ビャー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 バーバーバー。デスバギー遺体詰め込み74人、ギネス新記録です。そんな不名誉な記録いらないよ。白霊高原だいぶ人口減っちまったぜ。ヒルズのプランテーションをアップグレードだ。これで繊維とラテックスの生産量を増加させるぞ。無駄に鉄製の工具使って亜鉛なんて掘らず、最初からこっちに投資しとけばよかった。ここまで繊維の需要が増えるとは思わなかったぜ。
で気になる生産量はアプグレ前が1分18個で、アプグレ後が24個。アプグレするよりもう一軒建てた方がいい感じか？肥沃な土壌には限りがあるからアプグレせざるを得ないけど、これは微妙。何はともあれ今はやれることをやるだけだな。がっつり布地を食ってやるからこれでなんとかしてくれ。もっとください。この調子じゃ人口1000人なんて夢のまた夢だ。また石炭の在庫が切れた。一旦粘土採掘を止めてでも石炭の製造に力を入れるぞ。着実に大人が増えてきたがまだ労働者不足だな。石炭使いまくりの原因のゴム生産のおかげで、一応ゴム手の在庫ができました。でもゴムの在庫が相変わらずのゼロ。全部ゴム手に加工したった。おい。原料のゴムの調達が厳しい状況ですので、このラインは今から除染キットのラインに変更となります。要素は運ぶの面倒だが石炭使わないのが楽でいいな。その分掘るとき工具使うけどね。一長一短。業務鉱山の補給間に合わず、24名もお亡くなりに。なーむ。しまった繊維と鉄鉱石の生産量が落ちちゃう。子供が大人になるまで他を減らしますので、その分物資の補給を多めにお願いします。食料なくても繊維を作らせるストロングスタイル。うちのヒルズは人員の最適化を図り、追加で食料を生産と。赤子が1名しかいない、全員労働力とは羨ましい。まあこれ以上は発展できねえって意味でもあるがな。白麗高原はついにチョメルスピードより住民の減少速度が速くなり、最大人口からマイナス100人となりました。空き家があれば赤子で埋めるチョメラーたちも、放射能汚染の前には増殖速度が追いつかんか。労働者たちも減りまくりでいろんな施設が止まってきた。汚染の濃度も 4.2 ぐらいで、赤子は入るけど緩やかに消滅モード。ほぼ事実上の崩壊である。スクラップを取り尽くし若干スクラップ不足になってきたので、リサイクルセンターの研究を開始。スクラップを無限に生み出す不思議施設。残す研究は水を生み出す治療植物と、鉛と銅の精錬所のみ。あとちょっとで終わりだな。ガイガーカウンターの針が激しく触れています。は？また白麗号と白麗高原やないかーい。もうやめて、白麗高原の HP はもうゼロよ。来るの早すぎじゃボケー。さすがにもう白麗高原は持ちこたえられないと思います。いつでも疎開できるように用務員に小屋を建てておきますね。脱出用のバスも白麗高原に向かわせましょ。いささか手遅れ感あるが避難開始だ。マリサ未来にも受け入れを。って疫病が発生してるじゃねえか。放射線と疫病のダブルはきつい。最高難易度さんが仕事頑張りすぎだぜ。白麗号の防護服の生産、要素も配送が間に合わず生産停止。せっかく村人の汚染濃度が2まで落ち着いたのに、これからどうなることやら。今からさらに土壌汚染されると考えると、白麗号も白麗高原みたいになっちゃうかも。地獄？てか速度速いバギーで常に要素運ばせて、追加で手動でも運んでるのになぜ足らぬ。要素さんの必要量は異常。もう、常に配送状況を確認する配送芸になってるよ。めっちゃ手動で頑張ってるのず。避難用バスが白麗高原に到着するも、今朝50人いた大人がすでに40人に減ってた。余裕で手遅れ。さあ避難を開始だ。では行くぞ。汚染されてない安住の地へ。さらば繊維の一大生産地、白麗高原。立つ鳥跡を濁さず、一応住民の割り当ても解除しよっと。あ、住民がいなくなったことで村人の汚染濃度がゼロに戻ってるぞ。マスクと除染キット十分に用意できれば、この村の再建も無理じゃないかも。いや白麗号の除染キットすらねえだろ。糸かなし。有毒な雨が降ってくるぞー。これで白麗号の土壌がさらにひどいことになるな。気合で耐えてくれー。そんな有毒な雨が迫る中、白麗高原の大人15名を白麗号に受け入れることにしました。しかし人道的配慮と見せかけた労働力の確保であり、代わりに赤子15名が車に乗せられた。よしこれで白麗号の赤子は60人に減ったぞ。よしじゃねえよこの下道が。てっへー。用務員に送られた住民は入り口で待ちぼうけ。なんでだよ、早く村に入れてやれよ。居住スペースが完成するまで車中泊でお願いします。別に村に入れてホームレスでもいいだろ。なんか嫌です。謎のこだわり。避難民に仕事を与えるため用務鉱山で生産した繊維を運び、用務員で布地に加工します。運搬操作がめんどいので自動化しただけである。そうとも言う。そして白麗高原滅亡とともに、白麗山上も滅亡した。なんでだよ、赤子2人しか残ってねえぞ。いやうっかり、水と食料送り忘れちゃったてへ。うわこいつうっかりで村一つ滅ぼしやがった。今なら白麗高原の避難民が余ってるし、こっちに送れば万事 OK。不幸中の幸い？リサイクルセンターの研究が終わったので、白麗号にお試し検査。
周囲のエリアにスクラップを生産するらしいがどれくらい生産してくれんのかな？トリマ完成したら確認しましょ。だな。さて一段落ついたし、白麗高原の遺体をこっそり隠しましょ。風力タービン施設に遺棄されたご遺体、その数163体。さすがにバレたら怒られるかな。数が数だから無期懲役じゃね？少しずつ埋葬して証拠を隠滅せねば。おまわりさんこの人です。こらこら冗談でもやめてよ。では用務員に避難した住民の職場を建設しながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。ついに崩壊した白麗高原、さらに土壌汚染された白麗号は村を存続することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。